こんにちは、大輔です。政府が進める渡航緩和対処国、皆さんどこだったか覚えていますでしょうか？はい、こちらの16カ国でしたね。ビジネス渡航、留学生、そして最後に観光客という順序で緩和が予定される旨、政府がコメントを出していましたよね。本チャンネル見られてる皆さんはこれがね、順調に進んでいってほしいと願ってる方がほとんどなんじゃないでしょうか。僕もそんな人間の一人なんですよね。ということで本日は目を背けたくなるような話かもしれませんが、周辺国から見て日本はね、もはや安全な国ではないと見られている側面があるよという話も交えまして、こちらの話進めていきたいと思います。1、日本から台湾の渡航の状況。2、台湾から日本への渡航の状況。こちらはね、主に外国籍の方は特に参考になる情報かと思います。3、台湾の渡航解禁の予測ということですね。本動画は視聴者さんへのコメントの回答動画でもあります。こちらですね。ということで、歌丸さん、コメントどうもありがとうございます。最後にね、僕の考えとしてきちんと渡航が緩和されるタイミング、予測をね、頑張ってお伝えしようと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに本日の話、台湾を中心に話していくんですけど、その他の国についても共通して言えることが多くありますので、海外渡航を待ち望む方は特にご覧いただいて損はないものと思います。コロナ明けの海外行き待ち望んでる方、こんな感じのねコンテンツどんどん投稿してきますので、チャンネル登録お勧めさせていただきます。それでは始めていきましょう。1、日本から台湾への渡航の現状ですね。まずはじめに言ってしまいますが、観光目的での入国はね、不可能な状況です。こちらは3月19日の禁止以来、現在もなお続いているという状況ですよね。ちなみにね、台湾へはね、入国って厳密には言わないみたいですよね。入境ですよね。中国との政治上の関係もありまして、日本はね、台湾を正式に国家として、認めていないという背景もありまして、このね、地域に入ること、入境というふうに呼ぶんですけど、これややこしいですよね。ではまずね、外務省の情報を見ていきましょう。こちらに表示しますけども、これ見る限りね、ビジネスを中心に渡航が緩和され始めてると見ていいんじゃないでしょうか。ただね、実は外務省のウェブサイトの記載、ここ数日で更新されてしまったんですよ。少し前まではこの台湾への入国後の14日間の待機、これね、手続きを行うことで7日間に短縮できるっていうね、記載があったんですよ。で、それがね、直近になって消えてしまったんですね。これなんでかっていうと、日本の感染者数が増えた点に理由があるんです。台湾では6月22日以降、感染リスクが程度もしくは中程度とされている国・地域を対象に3ヶ月未満の短期ビジネス渡航の訪問を許可しているんですよね。で、程度の国からの入国っていうのが5日目に、中度の国からの入国は7日目に PCR 検査を受けて、それが陰性が確認できればね、外出が認められていたんですよね。これ検査費はね自腹だったみたいなんですけど、こんなね短縮の制度があったんですよ。でね、日本は中程度の国というふうにね指定されてたんですけども、台湾政府関係の8月5日の決議、こちらでね、日本の感染リスク懸念されて中程度のリストから日本が取り消されちゃったということなんですね。で、それにより日本から台湾に入国する人はですね、原則14日間は自主隔離が必要ということになりました。日本の感染者は増えているのは事実なんですけど、重症者ですとか死亡者の比率、それほどね高くはなってないというね、こういうポジティブな要素も一応ありはするんですけど、国家間のねルールにおいては無力ということですよね。なかなか考えさせられますね。ということで次行きましょう。2、台湾から日本への渡航の現状ですね。まず日本国籍の方に関しては2週間の隔離措置が必要ではありますけど、入国はできますので、ここではね、外国籍の方が日本に果たして入国ができるのかという点でお伝えしたいと思います。でね、その外国籍の方々なんですけど、遡ること4月2日からですよ。大規模に外国人の入国拒否をして、日本政府が入国拒否をして早4ヶ月が経つわけなんです
ですね。で、今はどうなってるかっていうと、実はね、8月5日から在留資格のある一部の外国人の再入国、こちらがね、許可されているものと報道されているんですね。条件としては、入国を原則拒否する対象になる前に出国した方々、日本から出国した方々ということで、大半の方は4月の2日以前に出国していた方というね、ことになろうかと思います。入国にあたりまして PCR 検査の実施と14日間の隔離措置、自宅待機ですね。あと公共交通機関の使用禁止。こちらは条件として課されていくということですね。あとね、許可されるのは全ての在留資格ではなさそうなんですよね。ちょっとこのあたりの詳細は一部報道がね、あやふやに僕自身感じてまして、この情報が本当に必要な方は皆さん自身で個別に確認していただく必要があるんじゃないかなと思っております。僕が確認できた限りのこと申し上げさせていただきます。まずはこちらの方々、緩和の対象の在留資格と言っていいんじゃないでしょうか。永住者、定住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者などですね。こちらは外務省のウェブサイトで記載確認できておりますので間違いないかと思います。でね、あともう一方言えるのは駐在員だとか留学生の皆さん、こちらね、厳密にどの種類の在留資格が該当するのかちょっとね、僕の方では確定しづらい状況です。と言いますのも報道に揺らぎがあるからなんですよね。例えばこれ朝日新聞、これねこう書いてあります。経営管理もしくは技能実習もしくは留学というね、在留資格ですよ。で、一方でですね、日経新聞はこういうふうな記載ですね。留学生やビジネス関係者らというね、こんな記載にとどまってますので、在留資格ね持っておられる方、これは台湾の方に限りませんけども、日本から見た時の、全てのね外国籍の方に向けた話ですけども、ご自身の在留資格の種類がこれに該当するのかっていうのは最寄りの日本大使館に確認をされるのがいいんじゃないかなと、無難なんじゃないかなと思います。先ほどですね、入国を原則拒否する対象になる前に出国した方々がこのね再入国の対象になるという話をしましたけども、この日本政府が入国拒否とした国っていうのはね、段階的に追加されていったという経緯があるんですよね。なかなかここにフォーカスすることがなかったので、せっかくなんでねこれ補足したいなと思います。日本が大幅に入国を規制し始めたのは4月の3日からでしたね。この時点で中国と韓国の全土が対象になりまして、新たにアメリカ、台湾、ヨーロッパほぼ全域ですね、あとインドネシアだとかタイだとかの東南アジアの7カ国、南米やアフリカ、中東の一部を含めた国から日本への入国が禁止されたわけだったんですね。この時に入国拒否となった対象国の数73カ国ありました。でそこから段階的に各国々がね加わっていくわけなんですよ。4月に14カ国、5月16日に13カ国、5月27日に11カ国、7月の1日に18カ国、7月の24日に17カ国ということで、今現在は146カ国、ほぼ全てに近い国が入国拒否の対象となっております。台湾はというと日本政府の決定によるね一番初めのタイミングであったわけですから、4月の3日から入国拒否の対象国となっておりました。このあたりの日本政府が発表している資料っていうのはね、なかなか読みづらいんですよ。僕でもねきちんと理解してね皆さんにご報告するっていうのは一苦労なわけなんですね。で外国人の方がご自身のね状況を正しく把握するっていうのはとっても苦労されるものなんじゃないかなと思います。はい、それでは丸3いきましょう。台湾の渡航解禁の予測をしてまいります。これは僕の考えなんですけど、台湾はですね、観光客を含む渡航緩和っていうのは、残念ながらね、だいぶ先になるんじゃないかなと見させてもらってます。目安としてワクチンですとか治療薬などがね、うまく進んだとして、年明けの1月とかね、2月、こういったところなんじゃないでしょうか。この理由はね、2つあるんですよ。1つ目は、今はね、感染者の数から言いますと、台湾の方が圧倒的に日本よりもね、クリーンな状況なんですよ。少ない状況なんですね。で、日本も渡航緩和に関しては世界的に見て慎重な方なんですけど、台湾についてもね、同様かそれ以上に慎重派になってもおかしくないんじゃないかと
思うわけなんですね。あとね、どちらかというともう一つ目、二つ目の理由の方が個人的にはしっくりくるんですけども、これはね、台湾の観光業の GDP に占める割合、実はあんまり高くないんですね。数字で言うと 2% 程度と言われているようなんですよ。このね、値 2% という値は企業や政府などの格付け情報を提供するリサーチ会社ですね、フィッチ・レーティングスさんの調査による数字でした。ではですね、台湾の主力産業は何ですかというと、スマートフォンをはじめとする電子部品の製造ですよ。世界の工場とね言われている鴻海だとか TSMC だとかね、本拠地を構える国が台湾なわけなんですね。で、台湾政府としてはこのね GDP の主力な支えとなっておらず、かつ感染リスクがある観光業を無理やりにでも再開するよりかは、ワクチンなどがね出回ってリスクが低くなったところを見計らっての再開とした方が、国内経済と医療とこれをね両立できると、両方守ることができると考えてもおかしくないんじゃないかというのが僕の所感になります。ということで本日はですね、台湾の渡航情報、日本がどのように見られているのかについてお届けさせていただきました。今週に関してはライブ配信をですね、同じく先週に続いて日曜日の午後4時から実施しようかなと思っております。海外に家族ですとか恋人がいらっしゃる方、仕事がある方、またはね海外在住の方、こういった方々が多く参加するライブになっておりますので、リアルタイムにご質問をされたい方にとってはとっても有意義な場所になるんじゃないかと思います。お時間許す方はぜひご参加ください。それでは以上になります。良い一日をお過ごしください。大輔でした。